次に、2、博士論文の検索利用方法です。はじめに、国立国会図書館が所蔵する博士論文の検索利用方法をご説明します。国立国会図書館が収集している博士論文には、冊子体のものと電子形態となっているデジタル資料があります。それらを一括して検索するには、国立国会図書館の蔵書が検索できる国立国会図書館オンラインを使います。まず、国立国会図書館オンラインのトップページを開きます。このままキーワード欄にタイトルなどを入力して検索しても良いのですが、博士論文のみに限定する方法として、詳細検索画面で検索対象の資料群その他から博士論文を選択します。タイトル欄に博士論文の題名を入れたり、著者・編者欄に著者名を入れたりすることにより検索できます。また、この状態でキーワード欄に題名などを入れても、博士論文のみを対象に検索できます。また、博士論文を選択すると、検索項目に授与大学、学位の種類が表示されます。授与大学名や博士の分野から検索したい場合にご利用ください。ただ、博士の分野については、年代によって医学博士、医学と呼び方が異なります。医学などのキーワードのみで検索することも可能です。さらに、学位授与年で絞り込む方法もあります。学位授与年で絞り込む場合は、出版年の欄に入力してください。出版年の欄では、博士論文の学位授与年と出版年の両方を対象に検索します。次に、報告番号で検索する方法です。報告番号で検索する場合は、詳細検索画面で各種番号の欄のプルダウンで、報告番号、博士論文を選択してください。こちらに、項第何号、乙第何号のように入力することで検索できます。次に、国立国会図書館における博士論文の閲覧と複写についてです。国立国会図書館所蔵の博士論文が見つかった場合、それが冊子体であるか、デジタル資料かによって利用方法が異なります。まずは、冊子体の博士論文の閲覧についてご説明します。京都府にある国立国会図書館関西館において保管されていますので、関西館で閲覧するか、東京本館に取り寄せて閲覧するかのどちらかとなります。関西館での閲覧については、事前の予約などは不要で、来館日当日に閲覧が可能です。すべて閉館式の書庫に収められていますので、館内の端末を操作して、書庫から出してくる手続きが必要です。一部の博士論文は、何らかの理由により公表が差し控えられていたり、閲覧に別途申請が必要な場合があります。そのような資料は、国立国会図書館オンラインで検索した際に、利用制限と表示されています。そのような資料の利用については、国立国会図書館関西館までお問い合わせください。東京本館においては、関西館から資料を取り寄せすることで閲覧が可能です。事前の申し込みが必要で、東京本館まで来館して申し込むか、
国立国会図書館オンラインを通したインターネット申し込みをしていただきます。来館の場合は最短で3回完備後、インターネット申し込みの場合は最短で6回完備後に資料は東京本館に到着します。国立国会図書館ホームページの資料の取り寄せのページに詳しい説明が書かれています。なお、博士論文は全国の公共図書館や大学図書館に資料を貸し出しする図書館間貸し出しの対象外となっています。東京、京都のどちらへも来館が難しい場合は、遠隔複写による一部分の入手を検討いただくか、その他の所蔵場所、公開場所を探します。そちらは後ほどご説明します。次にデジタル資料の博士論文の閲覧方法です。デジタル資料の博士論文については、国立国会図書館デジタルコレクションに収録されています。国立国会図書館オンラインによって検索したとき、デジタル資料の場合は画像のようなオレンジ色のボタンが出てきます。こちらを押すことで、目的のデジタル資料の博士論文のページに移動します。デジタルコレクションに収録されている博士論文は、論文ごとに公開範囲が異なります。公開範囲は、デジタルコレクションの閲覧ページの左側にあります書誌情報の中に書かれています。インターネット公開の資料は、著作権者の許諾を得た上でインターネット上に公開しています。よって、どなたでもパソコンなどを通して閲覧や印刷が可能です。ただし、許諾の内容によっては、論文用紙のみが公開されており、本文は国立国会図書館にお越しいただかないと閲覧できないという場合もあります。また、許諾を得ていても、副論文や参考論文はインターネットで公開されていません。図書館送信の資料は、図書館向けデジタル化資料送信サービスに加盟している図書館内の端末であれば閲覧が可能なものです。おおむね平成12年度以前に送付を受けた論文で商業出版されていないものが対象です。このサービスに参加している図書館の一覧がホームページに掲載されており、都道府県ごとにどの図書館で閲覧可能かがわかります。利用方法は各図書館にあらかじめお問い合わせください。なお、一覧に閲覧のみと書かれている図書館はデジタル画像のプリントアウトができません。国立国会図書館内限定の資料は、国立国会図書館の東京本館、関西館、国際子ども図書館の館内でしか閲覧ができません。また、冊子体と同じく、何らかの理由によって公開自体を控えている場合もあります。デジタルコレクションで開いた際、備考欄に非公開である旨が書かれています。次に、国立国会図書館における博士論文の複写・コピーについてお話しします。博士論文は、通常の図書等と同じく、一つの著作物として扱われているため、著作権法による保護の対象となっています。コピーを取る場合は、著作権法その他の法規に基づき、論文全体の半分までであれば原則として可能です。この際、5ページと10ページだけをコピーするなど、ページが飛び飛びになっても大丈夫ですが、コピーする合計のページ数が全体の半分を超えることはできません。また、博士論文の中に主論文以外の
副論文や参考論文が収録されている場合は、それぞれの論文の半分までがコピーできる範囲です。複写は国立国会図書館に来館したときに取ることが可能です。来館が難しい場合は、遠隔複写サービスを利用する方法があります。指定の博士論文の希望ページをコピーし、郵送により送付されるサービスです。遠隔複写の申し込み方法は、国立国会図書館ホームページの遠隔複写サービスのページをご覧ください。なお、著作権法上認められた範囲を超えての複写を希望する場合は、特別複写という手続きを取ることとなります。複写申し込みに加えて、著作権者の許諾を得た旨が記載された許諾書の提出が必要です。特別複写の手続き方法については、国立国会図書館に直接お問い合わせください。